霊界通信小桜姫物語浅野麻三郎著57ありがたい親心。それから尋ねられるままに私は母に向かって起遊後こちらの世界で見物した草々の物語をいたしましたが、いつも一室に閉じこもって単調なその日その日を送っておる母にとりてはいちいちびっくりすることのみ多いらしいのでした。最後に私が最近滝野龍神さんの本体を拝ましていただいた話をいたしますと、母の驚きは頂点に達しました。私はこちらの世界へ来ておりながら、ただの一度もまだ龍神さんのご本体を拝ましていただいたことがない。今日はあなたを訪れた記念に、ぜひこちらの龍神様にお目通りをしたい。あなたからとくとお頼みしてくださらぬか。これには私もいささか当惑してしまいました。果たして滝野龍神さんが快く母の頼みを聞いてくださるかどうか、私にも全く見当が取れないのでした。ともかくも私から折り入ってお願いしてみることにいたしましょう。しばらくお待ちくださいませ。私は単身滝壺のそばを通って上のお宮に詣で母の願いを叶えさせてくださるようお頼みしました。滝野龍神さんはいつものように老人の姿でお現れになり、微笑を浮かべてこう言われるのでした。そちたちの話はようわしにも聞こえていました。人間の親子の情愛と申すものは大抵皆ああしたものらしく、わしたちの世界のようになかなかあっさりはしておらんな。それでそちの母人は今日ここへ来たついでにわしの本体を見物して、それを土産に持って帰りたいということのようであるが、これは少々困った注文じゃ。わしの方でもったいぶるわけではないが、そちの母人の修行の程度では、わしがいかに見せたいと思っても、まだとてもまともにわしの姿を見ることはできぬのじゃ。が、せっかくの頼みとあってみれば、なんとか便宜を図ってあげずばなるまい。ともかくも母人を滝壺のところへ連れて参るがよかろう。私は早速修行場から母を滝壺のほとりに連れ出しました。そして二人で両手を合わせて一心に祈願を込めておりますと、やがてどっと逆落としに落ちくる滝のしぶきの中に2軒くらいの白い女性の龍神の優しい姿が現れて、岩角を伝ってスーッと上に消え去りました。あれはわしの子供の一人じゃが。そう言われて驚いて振り返ると、滝野龍神さんがいつもの老人の姿でニコニコしながら私たちの後ろに来て佇んでおられるのでした。私は熱く今日のお礼を述べて母を引き合わせました。龍神さんは意図と優しくいろいろと母をいたわってくださいましたので、母もすっかり安心してちょうど現世でするように私の身の上をこんこんとお頼みするのでした。ふつつかな娘でございますが、どうぞ今後ともよろしゅうお導きくださいますよう。さぞ何かとお世話が焼けることでございましょう。いや、あなたは良いお子さんを持たれて大変にお幸せじゃ。龍神さんというよりもむしろ人間らしい挨拶ぶり。近頃はだいぶ修行も積まれて、もう一息というところじゃ。人間には執着が強いので、それを捨てるのがなかなかの苦労。ここまで来るのには決して生優しいことではない。これから先は娘はどういう風になるのでございますか？まだ他にもいろいろ修行があるのでございましょうか？いや、そろそろ修行に一段落つくところじゃ。本人が生前大変に気に入った海辺があるので、これからそこへ落ち着かせることになっておる。さようでございますか。どんなに本人にとりまして満足なことでございましょう。と、母は自分のことよりも私の前途に尽きて心を使ってくれるのでした。それについては私があまりたびたび尋ねるのはかえって
修行の邪魔になりましょうから、なるべく自分の住所を離れずに、ただ折々の便りを聞いて楽しむことにいたしましょう。そのうち折を見て、この子の夫なりと尋ねさせていただきとうございます。そうすれば修行をするにもどんなに張り合いがあることでございましょう。いや、それはもうしばらく待ってもらいたい。と、滝の龍神さんは慌て気味に母を制しました。あの人にはあの人としての仕事があり、めいめいすることが違います。夫を呼ぶのは海辺の修行場へ移ってからのことじゃ。やはりそんなわけのものでございますか。私どもにはこちらの世界のことがまだよく飲み込めないので、時々とんだ失策をいたします。何分神様の方でよろしきように。その点はどうぞ安心なさるように。ではこれでお別れします。滝の龍神さんがぷいと姿を消し、それと入れ替わりに母の指導役のおじいさんが早速姿を現しましたので、母は名残惜しげに、それでも大して涙も見せず、間もなく別れを告げて帰り行きました。やはり海の母はありがたい。見送る私の目からはこらえたため涙が一度に滝のように流れました。